公園依頼 .com 新聞土です。今日は、笹原フィットネスプランニング代表の、笹原美智子さんに入っていただきました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長年弊社の方でもご活躍をいただいている笹原さんですけども、改めて笹原さんの方からですね、簡単に自己紹介の方お願いできますでしょうか。はい、わかりました。笹原美智子です。青春時代はずっと柔道をやってました。で、日本で初めて女子柔道の試合が始まった1978年の、第1回から第4回の全日本女子柔道選手権の61キロ級で優勝しました。で、1981年だったかな、そこの、太平洋選手権とアジア選手権でも同級で優勝しています。ただ、ちょうどそのぐらいからちょっと燃え尽き症候群に入り始めて、次の試合で負けたらもう柔道は引退しようと考えたんですけども、そういう気持ちを持った時点で完全に負けてるんですが、案の定そんな気持ちで試合に挑んだので、第5回目の全日本の61キロ級では、2位になって、でそれを機に引退しました。で、引退した後は当時ちょうど日本に入り始めたエアロビクスに出会って、なんかみんなが楽しく運動しているということに衝撃を受けて、それまでは運動というのは辛いものだとか、苦しんで頑張らなきゃいけないというそういうイメージがあったんですけど、なんか楽しくやってるということがとても自分の中で新鮮に思えて、ですぐ養成コースに入りまして、でそれでインストラクターの道を歩みました。でそのインストラクターをしながら自分が燃え尽き症候群に陥ったっていう経験もあったので、体の健康だけではなくて心の健康っていうのも非常に大切なのかもしれないと考えて、ちょっとメンタルの勉強をしようかなと思ってメンタルの勉強をし始めました。で途中でもうちょっとしっかりと勉強し直してみようと思って仕事をしながら受験勉強をして2002年46歳の時に筑波大の大学院に入学しました。でそこでは主に高齢者の心身の健康について研究をしていました。で、そんな感じで寄り道をしながらの人生を歩んでいます。で現在は高齢者の運動指導の傍らペルソンさんにもお世話になってますけども、講演活動ということで全国各地を回っております。以上です。ありがとうございます。弊社でも長くお付き合いをいただいているんですが、一番最初に実施をいただいたのが2005年ということなので、もう17年前ぐらいからご一緒させていただいている。講演を最初やられることになったきっかけってどういったところなんですか？たまたまちょっと健康のこととかやってるうちに、健康づくりのお話をしてくださいって頼まれていったんですが、そこで自分で話すことに意外と向いてるのかもしれないっていうことで、おこがましいんですけども、そんな仕事もちょっとして誰かが少しでも私の話を聞いて元気になってくれたりとか、健康へのそういうきっかけ作りになってくれればとても嬉しいなと思って、それから始めるようになりました。最初は緊張されなかったんですね。特に緊張はもう柔道の試合で緊張しまくってたので、さほど人前で話すということは何も緊張はないです。すごいですね。いや、それは強いかもしれません。ね、坂原さんの場合は、講演に関してはもう最初から特段緊張せず。そうですね。はい。人数多くても少なくても特に上がるということもなくて、はい。それはもうものすごく自分の中で良かったなと思って、上がって喋れなくなるとか、緊張して忘れてしまうってことはないので、それは柔道をやってたおかげなのかもしれないと思ってます。最初はつながりというか、そういったところから始められていったっていう。そうですね。知り合いの方でそういうのを招いていただいて、それが何回か繰り返されたときに、こういう仕事もいいのかなと思って、ただどうやっていいかわからなかったので、そのつてを頼ってやったりはしてたんですけど、ペルソンさんとか知って、じゃあちょっと、数年に一件でもあればいいかなと思って、とりあえず講師登録させていただきました。割とね、弊社の方でもすごくお世話になっているということで。こちらこそ大変お世話になっています。ありがとうございます。
で、今までは2019年、2020年の最初あたりまでは、はいリアル実施、リアルでのご講演がすごく主流で、そういった講演をよくね、はい笹原さんやっていただいてたかと思うんですけど、うんその後にコロナ禍にあって、はいで、オンラインがこう主流になってきたというところで、笹原さんもご自宅からこういったオンラインの講演も、最近実施をしていただいたっていう経緯もあってですね、はい。そのオンラインとかの講演を通して、リアルでもそうかもしれないんですけど、笹原さんが大切にされている、その講演で大切にされているポイントがあれば、ぜひ教えていただきたいそうな。ですね。やはり人が一方的に喋ってるのを聞くのって参加者もやっぱり辛いと思うんですね。どんなにいい話でも1時間とか1時間半とか集中して聞くのって辛いと思うので、とりあえず私の中では割とこう深刻な話はしますけども、皆さんがこう参加形式でできて、で、途中で笑いが起こるようなことをやったりとか、ちょっと楽しんで、で、そして最後には、でもなんかこう、ためになる話をちょっと聞けたかなと思っていただけるような、そんな終わり方をしてほしいなと思って、いつも講演の時には、気をつけるというか対処してます。私もオンライン講演でこの前ご一緒、はい。しましたけども、その時に、その画面越しでもできるような、うん。ちょっとしたエクササイズを、はい。場面で入れていたうんうん。だくとか、そういった工夫もありましたよね。そうですね。実際の対面形式だと、もっともっとコロナでなければ参加者同士がこうできるようなこととか、参加者同士が、2人組んでやってみるとか、そんなことも大人数でもできるような、そういうゲーム感覚のものとかいろいろできるので、そういうのをやってたんですが、さすがにちょっとオンラインで今コロナだし、人と人が向かい合って喋るってこともできないし、で、私自身画面越しでこう、立ったり座ったりがそうできるものでもないので、その辺でちょっと試行錯誤をしながらっていう感じですね。視聴しましたけど、すごく、やっぱ画面越しでも動きを感じられて、実際ただ聞いてるだけではなくて、こちらの方からもう入り込んで、うん。お話をお聞きできることができたので、オンラインでも全く遜色ないようなですね、お話ししていただけたかなっていうふうには思っております。ただもうちょっとそこら辺はオンラインの場合はもうちょっと自分の中で工夫していかなきゃいけないなと思って、うん、今ちょっとそれは課題にしております。さすがですね。いえいえ。ありがとうございます。そしたら、そうですね、今テーマとしては、今までの経歴のお話の中で、うん。体の健康っていうところ以外にも、その心の健康、はい。心と体の健康だったりとか、うん。そういう、高齢者向けの、健康維持のお話だったりとか、いろんなテーマでですね、うん。弊社でもやっていただいてますけども、はい。どういう講演テーマが、最近多いかなっていうのは何かありますか？そうですね。最初は体の健康の方のお話依頼が多かったんですけど、もうコロナの少し前からもうメンタル関係の方が主流になって、だいたい依頼の9割がメンタル関係なんですね。で、中には8時間研修してほしいとか、2日間にわたって新入社員とも上司に分けて研修してほしいっていう依頼もあったりして、割とそう心の健康についてどの職種に限らず大変な思いをされている方が増えてるっていうのはあります。非常に大事な話題ですね。うん、そうですね。うん、心と体の健康というところで、それが実際にご自宅でもできる、リモートワークでいろいろお疲れの方に対しても、こういうことができますよっていうアドバイスを中に入れていただいたりとか。そうですね。考え方もそうですけども、ちょっとこうリフレッシュするなんか気持ちの切り替えを職場でもちょっとこんなのしたらどうですかっていう提案をしてみたりとか、でも心の健康っていうお話をいただいたとしても、やっぱり心と体って両方がこう車の車輪みたいなものなので、じゃあ、体は元気ですって言っていても心が病んでる人は体元気出ないし、で心がとても悩みがなかったとしてもちょっとこう体の調子が悪かったらやっぱし引きずられるものがあるので、その辺はやはり心の健康だけではなくて、その合間にちょっと体の健康についてもこんなことを考えたり取り入れたりすると、もっと心も体も両方がとても良くなりますよというような提案はしております。ありがとうございます。いろんなパターンでですね、実際にリアルでもオンラインでもハイブリッド型でもご講演をしていただいている菅原さんなんですけども、今、講演を企画検討されていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、そういった方に向けて最後に後押しのコメントいただければありがたいと思います。はい。
今まで観光庁とか企業、そして病院の職員の方とか学校の教職員の方とかいろんな職種の方に対しての講演を行っていますので、一応どういう職種の方で、どういう状況の方でも一応お話の対応はその都度変えることはできますし、また詳しくお話ししていただければそのお時間とかその職種によってどういう、お話をすればいいかということはこちらの方でそこそこ引き出しはありますので、その辺を、検討していただければ幸いです。はい。ありがとうございます。そしたらぜひですね、笹原さんのご講演楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。